皆さんこんにちは、激地です。今回はコナンエグザイルズの新規プレイヤーの方向けにモッドの導入方法とおすすめのモッドを紹介します。現在コナンエグザイルズのモッドは Steam ワークショップに多くリリースされていて、ゲームバージョンに合わせた更新もしっかり行われていますので、ここで見つけたものだけを使うことをお勧めします。ネクサスなどのモッド共有サイトにもいくつかコナンのモッドは存在しますが、ほとんどが更新が止まってサポートされていません。また他のモッドマネージャーなどを使わず Steam ワークショップから直接簡単にモッドが導入できますので、ここ以外で配布されているモッドを使うメリットはあまりないと思います。この辺の詳しいモッドの導入方法と管理の仕方、注意事項は後ほど詳しくご説明します。それに加えて新規プレイヤー向けにおすすめの便利で面白いモッドも紹介していきます。カスタマイズ性の高いキャラクリモッドやいくつかのコンテンツを追加したり冒険の手助けになるようなモッドなど、コナンエグザイルズにはとても多くのものが存在しますので、何を導入すればいいか悩むこともあると思います。なのでベテランユーザーの方に教えていただいて、実際新規ユーザーである僕が使ってみて、これはあった方がいいねと思ったものを紹介します。極端にゲームバランスを崩してしまうようなものはありませんので、安心して見ていただければ幸いです。それでは早速始めていきます。それではまず最初にモッドの導入方法をご説明します。先ほどもお伝えしたようにコナンエグザイルズは Steam ワークショップでリリースされているモッドをメインで使います。導入自体はとても簡単で、ライブラリからコナンのワークショップにアクセスして探していきます。右側のこれまでの高評価作品のタブをクリックして一覧を見てみればクオリティの高いモッドが見つけやすいと思います。気になるモッドがあればクリックして内容を確認してみてください。その時説明文が英語になっていると思うので、画面左上の URL をクリックしてウェブブラウザで開けば簡単に翻訳できます。ここでしっかりモッドの内容を確認してください。あと今回特に注意しておきたいのが、モッドページの右側に表示されている更新日時。先日3月25日にゲームのバージョンアップがありましたので、この更新日がそれ以前の一部のモッドは導入すると問題が出る可能性もあります。また更新日が極端に古いものも気をつけてください。全部が全部というわけではないですが、起動できないなどの不具合が出るかもしれません。気になった場合はコメント欄などを開いてみて、他ユーザーがどんなコメントを残しているかを閲覧するのも参考になります。そして導入したいモッドが見つかったらサブスクライブをクリックしてゲームにモッドを登録します。登録できたらゲームを起動してランチャーのモッドタブを開きます。ここに登録したモッドが全て表示されています。右側のラインが有効になっているモッド、左側が無効になっているモッドです。先ほどは何でも拾うことができるモッドピックアップを登録したので、左側を探します。登録したモッドを見つけたらダブルクリックかドラッグ&ドロップで右側へ持ってきて有効にします。これで導入完了です。あとロードオーダーにも軽く触れておきますが、これはそこまで神経質にならなくてもいいかなと個人的には思ってます。ずらっと並んだモッドリストは上から順番に読み込まれていきます。下に配置したものが後から読み込まれて上書きしていくので、モッドの配置を下げるほどモッドの優先度が上がります。モッド導入でうまくいかない場合は、モッドの選別時にゲームバージョンに対応してないものは疑うことと、ロードオーダーも考慮する必要もあるかもしれません。参考までにコナンの僕のロードオーダーの決め方はざっくりですが、上の方にコンテンツ追加や UI 系のモッド、真ん中あたりにフェイスモッドや髪型モッド、その後に装備モッドで最後に TOT を持ってきています。 TOT カスタムはキャラクリモッドですが、説明を見るからに最後に配置することを推奨されてましたので下に置いてます。この辺はある程度試行錯誤が必要ですが、どうしてもうまくいかない場合は最悪一つずつモッドを導入して確かめていくのが最善の方法だと思います。それではここからは新規プレイヤーにおすすめのモッドを紹介していきます。まずはキャラクリですが、これは前回も紹介しましたが TOT カスタムをおすすめします。このモッド一つでボディや顔の調整と見た目装備、アクセサリーの装着までできてしまいます。
導入には TOT 出動も必要ですので忘れず導入してください。基本的な使い方に関しては前回の動画で説明していますので、そちらを見ていただいて、今回はこの TOT カスタムでプレイヤーではなく追従者も同じようにカスタムする方法を説明します。追従者をカスタムする場合は、まず管理者モードを有効にする必要があります。設定のところで管理者になってください。その後メニューに戻って画面右上のsudoアドミンパネルをクリックします。するとパスワードを登録する画面が出るんですが、僕はすでに登録しているので入力画面が出ています。初めて使う方は最初にパスワードを登録してください。パスワードを入力するとまた右上にエンタースーパーアドミンモードと表示されるのでクリックします。これで追従者のラジアルメニューを開けば TOT カスタムの項目が追加されていますので、ここであとは同じように顔や体型を調整したり見た目装備を設定できるようになります。続いてはシンプルミニマップ。名前の通りミニマップを表示するモッドです。リスポーンポイントの位置やロケーションのマーカーも表示してくれるので非常に助かります。他にも何個かミニマップのモッドを使ってみましたが、このシンプルミニマップが一番わかりやすかったです。バニラではミニマップが存在しないかなりのハードコア仕様ですので、このモッドでせめてミニマップだけでも表示して遊べば路頭に迷うことも減ると思います。次はノーパーズライティッドパワーストーン。暗闇をほのかに照らしてくれるパワーストーンを作成できます。このパワーストーンをインベントリ内で使うだけで明かりがつきますので両手が空きます。夜とか暗い洞窟内でも剣と盾を持って戦うことができます。作成するにはレベルを上げてパワーストーンとパワードブレスレットの知識を解放して炎の大釜で作成する必要があります。ブレスレットタイプの方が明るくなりますので僕はこちらを使ってます。松明と違って照明の雰囲気もいいですね。そしてこちらも前回紹介しましたが、アンロックプラスアイテム作成時に近くのボックスから素材を引っ張り出してくれるモッドです。前回は建築時の素材の取り出し方を説明しましたが、今回は作業台や手作りで素材を取り出す方法を説明します。例えば紐を作りたいとき、インベントリに繊維がない場合でも必要アイテムの下にある赤くて小さいプルボタンをクリックすれば近くのボックスから必要な素材を取り出してくれます。またボックス内に数字を入力すればその分の必要素材を取り出してくれます。作業台でのクラフト時も同じようにプルボタンが使えます。すごいですね。とにかく便利なモッドですので、これに慣れてしまうとバニラの仕様には戻れません。バニラの程よい不便さを失いたくないと思われる場合はよく考えて導入してください。ではここからはゲーム内に新しいコンテンツを追加するモッドを紹介します。最初はデザートタウン。砂漠の雰囲気にマッチする石やセメントの建築部品を大量に追加します。正直有料でもいいんじゃないかと思えるほど大量にクオリティの高い部品が追加されるので満足度はかなり高いです。ただしこれだけいい素材を使っても豆腐建築しかお見せできないのが本当に残念です。建築好きの方はぜひ一度モッドページのスクショをご覧ください。とても雰囲気のいい建築が実現できることがよくわかると思います。で、建築系のモッドもう一つ、ノーザンティンバー。北欧風のいかにも寒いロケーションに建築されるような家が建てられる建築部品が追加されます。たびたび申し訳ありませんが僕は建築が苦手なのでまともなものがお見せできないですが、素材はとてもクオリティが高いです。和風建築も可能なようなので挑戦してみてください。では今回ラストです。エンバーライト。機能的な家具や料理、新しい武器や防具を追加したり、新しい農業のコンテンツが実装されたりと多くのものや仕様が追加されます。僕が使ってみた限りですが特に面白かったのが料理の配膳システムです。エンバーライト専用の作業台から配膳用の皿を作ったらテーブルなどに配置します。
配置した皿にアクセスして何か料理を追加するとそのグラフィックが表示されるというとてもイマーシブな演出です。本当にうまそうに見えて腹が減ってきますね。もう一つ面白かったのが園芸システム。新しいプランターが追加されてバケツに汲んだ水で植物を育てます。植物の種と堆肥と水をプランターに追加したらラジアルメニューのグローボタンをクリックすれば時間が進み始めます。その後は一定時間ごとに植物を収穫できます。ただ気をつけていただきたいのはエンバーライトを導入することでバニラのプランターでの栽培もこちらの仕様に変わります。植物の栽培にはバケツに汲んだ水が必要になりますのでご注意ください。ということで今回はコナンエグザイルズのモッド導入方法と新規プレイヤー向けおすすめモッドを紹介しました。僕もまだまだこのゲームに関しては初心者でゲーム自体わからないことが多いですがモッド云々に関わらず本当に面白いゲームです。この先も動画と生配信を続けていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今回この辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。